はい、皆さんこんにちは、モノルです。はい、今回はこちらのコントローラーですね。ナコンの Revolution X Unlimited をレビューしていきたいと思います。ナコンといえば以前こちらのコントローラーですね。ナコン Revolution 5 Pro っていう PlayStation 5対応のコントローラーをレビューしたんですが、こちらの Xbox 公式認定コントローラー版で、しかもですね、こことの大きな違いっていうのはですね、この真ん中にこのようにディスプレイがついていて、ここで設定ができるっていうことと、トップの2つのボタンが追加されているっていうこの2点が大きな違いになってます。PlayStation 5には非対応ってなっているので、そこはねちょっとマイナスポイントではあるんですが、合計で6つの追加ボタンがついているコントローラーということで、 Xbox で使われる方とかですね、 PC で使われる方にもちょっと、注目されているコントローラーなんじゃないかなと思います。そんなわけでね、私は Xbox シリーズ SX とか、持っていないので、PC で使う場面っていうのを想定してですね、レビューをしていきたいと思います。そしたら、見ていきましょう。はい、そしたらモノルの方で Nacon Revolution X Unlimited のスペックをサクッとチェックしていきたいと思います。カラー展開一色ですね。この黒と、緑色っぽい ABXY ボタンのね、色付けになっててですね、ここのスティックのリングのところの色はね、変えることができるようになってます。左スティックは光らないので、ここだけ光るっていう感じになっていますね。対応機種は PC と Xbox の2機種となっていて、Xbox の公式認定コントローラーになっています。有線無線 Bluetooth 接続が可能で、ホールエフェクトのスティックを搭載しています。スティックの重さは 60g フォースで、背面4ボタンとショルダーの2ボタン、さらにトリガーストップっていうのもついていてですね、かなりフルスペックのコントローラーになっています。有線の遅延 1.91msっていうね、かなり優秀な値を PC モードっていうね、モードで、叩き出してくれたコントローラーになっていてですね、かなり遅延の方も良かったですね。ポーリングレートは有線の PC モードで、実測値で 998Hz ということでした。スティックの感度に関してはノンリニアで、本体重量 327g でした。価格は現在 Amazon で 29,990 円っていう風になっています。はい、そしたらちょっと本体の方を見ていきたいんですが、まずですね、もう開封してしまってるんですが、この箱の中身ですね、よいしょ。こういうケースっていうのが入っていて、それ以外にはですね、3つの冊子っていうのが入ってました。まず Xbox Game Pass の Ultimate の1ヶ月お試しコードですね。あとはこういう注意書きの冊子ですかね。と、マニュアルっていうのがね、しっかりと日本語で入ってます。接続方法とかですね。結構ね、カラーで丁寧にね、入ってますね。はい。マニュアルが欲しいという方にはね、いいんじゃないでしょうか。とにかくですね、付属品周りはかなり丁寧でね、これね、実際最初開けた時はね、この、メガネ拭きみたいな、これもシートがコントローラーにこういう感じでね、かかっていてですね、すごくね、凝った演出がされたこのケースになってました。はい、こういうね、紙のやつ、ちょっと破っちゃったんですけどね、これでこういう風にね、スティックが保護されていたりとかですね、この充電ドックに関してもこういうカバーがね、わざわざついていたりとかですね、とにかく高級感にあふれる作りとなっていてですね、3万円切るぐらいのね、コントローラーになってるんですが、かなりですね、しっかりと、3万円台ぐらいのコントローラーと同じようなレーザー製品とかですね、とよく似たようなね、演出っていうのがされています。はい。で、付属品なんですが、すでにこちら、充電ドックっていうものとですね、ここに刺さってる無線ドングルっていうのがついてました。あとは、おなじみのナコンのケースの中にですね、重りが、1、2、3、4、5、6個と、替えのスティックですね。こういうね、ドーム型の短いスティックと、ドーム型のちょっと長くなったスティックっていうのがそれぞれ2個ずつ入ってました。あとはこのナコンのコントローラーによくついてるですね、スティックの周りのリングですね、っていうのも、4つですね。標準で付属しているものとは違うものが2種類、2つずつ入っていて、さらに十字キーの回っていうのが1つついてます。で、ここのネットの部分に USB ケーブルっていうのが入ってます。はい。しっかり布織りされていて、ナコンのロゴマークが入った非常に頑丈そうな USB ケーブルですねが入ってます。
そんなわけでこの充電ドックをちょっと見たいんですけど、裏面には滑り止めがついてますね。で、ここにですね、USB ハーブのね、ポートが開いているので、ここにこの無線ドングルですね、こちらを挿してやると、ここにね、ケーブルをつなげてやるだけでね、無線が使えるっていうことですね。通常の USB ケーブルの口はこちらになってます。はい、こうすると無線ドングルが光り始めます。このね、充電ドックへの置き方がちょっと変わっていて、このようにですね、上を向けてこういう風に置くっていう形になってますね。一般的にはこうやって立てておくっていうタイプが多いかなっていう風に思うんですが、このね、ナコンレボリューションに関しては、このように寝かせておくと充電ができるっていう形になってます。はい。このね、リングが光れば充電中ということですね。この機種に関してはどうでしょう。持ち上げたら電源が入るかというとそんなことはなさそうかな。はい。自分でこの Xbox マークを押せば電源が入るっぽいですね。置いたら電源がオフになって、持ち上げても電源はオンにならないので、Xbox ボタンを長押しすることで接続できるっていう感じになってます。はい。で、肝心の本体の方ちょっと見ていきたいと思います。はい、本体も結構ね使い込んじゃったんですが、まずパッと見で思うのはですね、非常にマットな質感のこのね本体の、プラスチックですね。すごく高級感はあります。グリップ部分は滑り止め加工されててちょっとラバー製になってますね。しっかりとラバーグリップされるような、グリップになっているので、これはすごくですねいいですね。この内側部分に関してはプラスチックで、このプラスチックですね。で、このギザギザしている部分のグリップ部分っていうのが、ラバー製になっているって感じです。ここも、この上側もね、これはプラスチックですね。なんで、グリップ部分のこことここの2箇所がラバーグリップっていうことです。十分グリップ感あっていいかなって思います。あとはね、やっぱりナコンのこのレボリューションシリーズ共通して言えますけど、やっぱり大きいですね。相当大きいです。持った時の感覚ですね。なんかね、大きすぎてかえって重さを感じないっていうか、そんな感じがあります。327g でしたっけ、300g 超えの重さがあるので、相当ずっしりくるかなって思うんですけど、ちょっとね、大きいので、あんまり詰まってる感じっていうのはそこまでないですね。なんで、重さ的にはね、意外とそこまで重いなっていう風な感じはしないんですが、ちょっとですね、これは大きいなっていう風にはやっぱり思いますね。で、このね、グレーの色なんですけど、こうやって並べると分かりやすいかなと思うんですけど、ナコンのレボリューション5 Pro ですね、プレイステーション5対応コントローラーの方は、ちょっと黒が深めな黒色になってます。これに対してですね、こっちの X アンリミテッドの方がちょっとだけグレーね、明るめのグレーっていう感じになっているっていうところで、この辺りですね、この、グリーンの色味に合わせてね、ちょっと色が変わってるかなっていうところです。パッと持った感覚とかのサイズ感とか全くですね、この2機種で違いは感じませんでした。ただですね、ボタン類の配置とかですね、できることっていうのは若干違いますね。充電スタンドがあってそれに乗せて使えるっていう X の方に対して5の方はですね、音量調整ボタンとかですね、あとは Bluetooth のペアリングボタンがあったりとかします。このあたりっていうのはですね、こっち側のコントローラー X の方に関してはディスプレイでできるようになっているっていうところで、一応の進化はね結構してるかなと思いますね。遅延の方とかもね、やっぱりこの5よりは X の方がかなり速くなっていたりとかしますし、この上側に追加ボタンが追加されたっていうところとかも進化してる点かなというふうに思います。そしたらちょっとボタン類見ていきたいと思います。ABXY ボタンはもちろんマイクロスイッチです。こんな音ですね。はい。で、十字キー、マイクロスイッチになってます。はい。他のところのボタン類は、正面はね、タクトスイッチになって、LB、RB、タクトスイッチですね。はい。で、S1、S2 っていうショートカットキー、ショルダーの追加ボタン2つについては、タクトスイッチです。はい。で、背面ボタンですね。まず S3、S4 っていう内側の背面ボタンは
マイクロスイッチです。S5、S6 ですね。下側の追加ボタン、ここについてますね。はい。若干ね、誤爆しやすい場所なんですが、慣れればね、意外と私は使えるかなと思うんですけど、気になる方いらっしゃるかなっていうボタンになってます。はい。こちらのトリガーの通常のストロークはこのぐらいです。トリガーストップをオンにすると、はい、このぐらいのストロークになります。ややマイクロスイッチのね、トリガーとしてはね、ストローク大きめですけど、とても押しやすいですね。ややですね、このトリガー重いかなっていう感覚はちょっとありますけど、まあまあ、問題はそこまでないかなっていう感じです。トリガーに関してはですね、基本的に、トリガーストップオンとオフしか、ないですね。距離の調整とかっていうのはできないようになってます。本体以上ですかね。じゃあちょっとね、LCD ディスプレイの方でできる設定っていうのをちょっと見ていきたいと思います。今これ私のね、このコントローラーですね、こう見ていただくと左上にちょっと PC の画面みたいなマークが出てると思います。このモードが PC モードっていうモードになっているのでですね、この状態でここの Nexus ボタンっていうボタンを押すとですね、オーディオの設定ですね、音量とマイクのゲインですね、Bluetooth デバイスの接続っていうこの3つの機能とかですね、ジャイロスコープのオンオフ、マッピングですね、それぞれのボタンへのマッピングとかを切り替えられたりとか、あとは Bluetooth の接続設定ですね。オーディオ Bluetooth オンにしたりできます。ペアリングしたり、バッテリーの省電力モードとかのこういったね、輝度、画面輝度とかの設定とかね、こういったことができるようになってます。ちなみに PC モードでなければですね、1000Hz のポーリングレートで動作させることができなくて、Xbox モードに切り替えるにはこの Nexus ボタンを長押しですね。はい、これで左上に X ってマークがついて Xbox モードになりました。はい、Xbox モードではですね、よいしょ。同じようにマッピングとかセッティングできます。さらにですね、アドバンスドモードかな。A モードと C モードっていうの2種類あります。A モードは基本的に PC でソフトを使って設定を行うモードで、C モードはですね、この画面上だけでね、基本的な設定すべて終わらせるっていうモードになってます。で、ここのボタンで C モードと A モードって切り替えられます。私はね、基本的に A モードの方で使ってました。そしたらね、設定ソフトの方も見ていきたいと思います。はい、設定ソフトこんな感じでね、PC モードとかで接続すると残念ながら使えないので、Xbox モードにして有線接続で接続しなきゃ使えないです。有線接続したらこのように出てきますね。アップデートってところマークついてますけど、これ何も起きなければアップデート完了してます。私はこちらのコントローラーですね、1回だけアップデートが入りましたので、最新版ですね、現時点で最新版7月19日時点で最新版になってます。ここで、カスタマイズしていきます。もうすでにですね、PC モードの方には Apex と Call of Duty 用の設定っていうのを入れてますね。このプロファイルとかをね、まずは新規プロファイルで作るとですね、ここに、プロファイルを割り当てることができるようになって、この画面で設定をいろいろしていくことになります。前面の各ボタンですね、L スティック押し込みとかも割り当てなしっていう風にですね、無効化することもできます。R スティックも割り当てなしにできます。一応 Xbox 公式認定コントローラーなので、連射やマクロ機能っていうのはなくて、なおかつですね、キーボードのキーとかもね、設定はこちらはできないっていうことになってますね。で、追加ボタンとかの設定はこのコントローラーの背面っていう方を設定することになります。私の Apex の方の設定はこんな感じでですね、S1 の方には武器の切り替え、S2 はピンですね。で、S3 の方には、こちらがしゃがみですね。で、S4 がジャンプ。S5 の方には回復ですね。で、S6 はパンチボタンにしています。ややね、この S6 のパンチボタン誤爆することがあったりするんですけど、まあ、ちょっとね、しばらく使ってれば、誤爆はだいぶなくなってね、使いこなせるようになりました。意外とパンチボタンがね、あるの便利だったりします。
追加ロックボタンしっかりと全て活用して使っていましたね。で、左スティックの設定っていうのもあります。選択した軸っていうのはですね、これ、リングのところのね、厚みを小中大で切り替えてですね、可動域を制限することができます。このコントローラーですね、もともと可動域っていうのはかなり大きめのコントローラーになっているので、あえてですね、リングはめてですね、可動域狭くしてやるっていうのもありかなとは思います。私は、元からついてるですね、一番可動域が広くなる方のリングをそのまま取り付けて、遊んでました。そのあたりは好みでね、変えていけばいいかなと思います。ウルトラリアクティブもかなりリニアに近くてね、いい設定なんですが、右スティックにはなぜかね、ディレイっていう設定が入ってたりとかですね、ちょっとカーブモデルが違ってるんですよね。なんで同じじゃないんだろうっていう感じはすごくするんですけど、それぞれ結構極端な設定が多いです。特にクイックとかディレイっていうのはとんでもないね、クイックなんていうのはものすごく高感度ですし、ディレイはね、あまりにも低感度すぎるっていうところで、これはなかなかね、使いこなすの難しい、ちょっとね、使いづらいなって思うようなものが多かったですね。で、スティックの方のカスタムって押すとですね、スティックの感度カーブを2つの点で、自由にいじることができたりですね、あと特別な設定っていうところでですね、シュータープロモードっていう FPS 向けのモードがあります。これをすると、デッドゾーンが完全にゼロになりますということです。マジックの反転、感度プラスっていうのは、これが区形アルゴリズムとかね、言ったりします。なんて言うんですかね、スティックの最大まで倒した時のね、形っていうアウターデッドゾーンの形とかね、いろいろ言い方ありますけど、そういうね、四角形に、円形じゃなくて四角形にすることができるっていうモードになりますね。左スティックはオンにしてもいいかなって思います。ね、これちょっとね、極端なので、後でね、ちょっとこの設定のね、違いを見ていきたいと思いますね。で、D パッドは8方向と4方向ですね。上下左右だけっていう入力モードもありますと。で、LR スティックの反転っていうのができます。はい。で、右スティックの方も同じようにカスタムがあって特別な設定があります。右スティックはね、感度プラスをオフにしておくのがおすすめの設定っていう風になってます。はい。で、リニア化設定の方はこちらでね、1つ目のポイントが20の 0.27。2つ目のポイントを66の 0.77 ってやるね、設定がおすすめのリニア化設定になってますということです。トリガーの方ですね、ロックポジションフルっていうのは、これはですね、これでね、このコントローラーの背面スイッチの状態っていうのがここで見ることができます。で、左トリガーの方に関しては今選択したモデルはショートになってますが、インスタントにするとこれだけの反応領域しかないっていうものとか、フルですね。こういった設定ができます。ディレイとかもあります。レッドゾーンをあえて入れるっていう方ですね。このあたりですね、自分でレッドゾーンをこうやって変えてですね、自由に設定できます。0、100でいいかなっていうふうには思いますね。できればですね、トリガーのカーブを変えたかったんですよね。ただそれはできないということですね。右のトリガーも同じように0、100って設定をとりあえず入れておきます。トリガーストップを入れている場合はボタンなので、この辺の設定っていうのは関係なくなります。ライトの設定っていうのもありますね。こちらはですね、この、見えるかな。はい、この、右スティックの LED の光り方を変えることができるっていうのがライトの設定になります。いろいろありますけど、そこまでね、大したことができる設定ではなかったです。ヘッドセット端子のね、イコライザーもついてます。FPS モード、格闘ゲームモード、レースゲームモード、RPG、チャット用 EQ なしというね、あとはカスタムで5つの点で、それぞれのね、低い音から高い音までイコライザーっていうのを使うことができます。こちらのヘッドセット端子ですね、音も非常にいいので、割とね、普段使いしてもいけるような端子になってるかなっていうふうに思います。なのでこのイコライザーでいじって好みの音にしてですね、ゲームとか遊んでいくのは非常にいいかなというふうに思いますね。振動機能の強さも設定できます。はい。で、ジャイロスコープですね。PC モードの時のみですね、ジャイロスコープが使うことができるっていう形になってます。振動機能の強さも設定できます。設定ソフトでできることとしてもう一つ重要なのはですね、この PC モードの時だけですね、この通信速度っていう設定ができます。ノーマルだと 250Hz、リアクティブだと 500Hz、有線ブーストモードだと 1000Hz っていうポーリングレートで動くっていうモードになってます。はい。Call of Duty のマッピング設定はこんな感じにしています。
背面ボタンの上側に、ジャンプとしゃがみを入れて、上側に武器チェーンと X ボタンですねっていう形にしてます。はい。あとはね、こういうエコモードとかが設定できるぐらいっていうことになりますね。はい、そしたらですね、ゲームパッドテスターを見ていきたいんですが、両方とも、シュータープロモードっていうのを入れているので、デッドゾーンっていうのは完全になくなっていますね。はい。ちょっとね、左スティックは左下にドリフトしているって感じなんですが、右スティックに関しては特に問題ないかなっていうところです。再キャリブレーション機能とかがあればですね、ちょっと設定し直したいところなんですが、今のところ再キャリブレーションできないんじゃないかなっていうところですね。はい。で、シーンエンドチェックやってみると、よいしょ。こんな感じですね。感度プラスっていうのを入れるとですね、かなり強力な四角形になります。だいたいですね、どんぐらいかな、これ。もうどんぐらいとかじゃないですね。真四角ですね。1の1っていうね、そんぐらいまで強力に、斜めに入力できるっていう形になってます。さすがにここまで行くと左スティックでもですね、これを入れているとちょっとね、歩く感覚ですね、移動の感覚っていうのが FPS ゲームではちょっと変になるっていうこともあるかもしれないので、これはね入れた方がいいかどうかっていうのは微妙なところかなってところですね。右スティック 0.0% で非常に精度高くていいですね。中身 K シルバーのホールエフェクトスティックなんですけど、これはねすごくいい精度を持っているなっていうふうに思いますね。はい。はい、続いてですね、ナコンレボリューション X アンリミテッドのスティックカウントカーブのグラフを見ていきたいと思います。はい、こちらですね、いつも通りですね、X の域が黒で Y の域がオレンジ、薄い方の色が戻りっていう風になってます。パッと見すごいですね、綺麗な低感度な、曲線を描いているかなという風に感じます。ややですね、X と Y での感度差っていうのはですね、あるかなっていうところですね。また、右側と左側の感度差っていうのも若干ありそうに見えます。リニアとの誤差っていうのがこんな感じになってます。左右の感度差っていうのはね、でもそこまで大きくはないですね。結構優秀な方かなって思います。Y 軸に関しては若干上と下でね、感度差大きいかなって思います。上方向の感度が高いっていうところで、下方向に関してはですね、そこまで高くなくて、むしろですね、この上下左右の中で一番感度が低いのが下方向っていうことになってます。この辺りはですね、やや上にスティックの、位置がずれているからこういう風になっているのかなっていう風に思います。行き戻りの誤差はかなり少なめかなっていうんで、このね、K シルバーのホールエフェクトスティックモジュールは優秀だなっていう風に思いますね。やや戻り感度の方が高いっていうのは見て取れますが、逆にこちら側とかはね、戻りの方が感度が低かったりしますし、ほぼ誤差かなっていう感じですよね。低感度具合に関してはかなり強めで、だいたい 40% ぐらい低感度っていうことになっています。というわけでリニア化っていう設定ですね。先ほどご紹介した20の 0.27 と66の 0.77 っていうね設定を入れたグラフがこちらですね。X 方向のみ表示しています。ややですね、低感度に見えますが、実際触った感覚ではですね、そこまで低感度っていう感じはしなかったです。このコントローラーですね、下の横軸を見ていただくと分かる通りですね、ちょっと特殊な、高さのスティックになってます。かなり高めのスティックになっているのでですね、角度に直すと結構おかしなことになってしまいますね。角度はかなり狭めなんですけど、移動量っていうね、移動距離は大きいっていうタイプのスティックですね。なので、このグラフで見ているよりもですね、若干感度は全体的に高めに感じられるかなと思います。なので、このね、このぐらいのリニア化設定が一番いいかなっていうふうに私は感じました。はい、レスポンスカーブに続いてですね、遅延の計測も行ってきました。今回はですね、ゲームパッド LA さんが配布している GPDL というソフトウェアを使って Y ボタンとスティックのね、遅延を計測してきました。で、遅延の計測結果のグラフっていうのがこちらになります。まずはですね、Bluetooth を除いて、いろいろとね、計測してきたんですが、有線ケーブル接続ですね、PC モードで 1000Hz出した時のですね、ボタンの遅延とスティックの遅延っていうのを見ていきたいと思います。
ボタンがこちらの緑色のグラフで、スティックがこの紫色になってますね。比較的優秀かなっていう風に感じます。ボタンに至ってはですね、平均 1.91 ミリセカンドですね、最大 3.24 ミリセカンドっていうことで、相当速いコントローラーでした。スティックの方に関しては 6.11 ミリセカンドっていうことで、速くはないですが、平均的なね、スティックの遅延かなっていうふうに思います。基本的にはこの有線接続のですね、1000Hz っていうね、有線ブーストモードをオンにした状態で使うのが、このコントローラーはいいかなっていうふうに思います。Xbox モードの、ボタンの遅延っていうのはですね、こちらが PC モードで、この赤色が Xbox モードなんですが、ややですね、最大の方が 6.19 ミリセカンドっていうことで、こうちょっとね、遅くなるところがあるみたいですね。Xbox モードはね、250Hz までしか出ないということで、やっぱりですね、PC モードで有線ブーストをオンで使うのが一番早いかなっていう感じです。無線ドングル接続に関してはこのような形ですね。オレンジ色がボタンの遅延で、この水色っていうかですね、緑色が、スティックの遅延ということになります。ややですね、平均で 5.01 ミリセカンドと 9.53 ミリセカンドということでですね、無線ドングル接続は特にスティックの遅延が最大 11.44 ミリセカンドっていうのはちょっと気になるかなっていう結果でした。なので500Hz 出るとはいえですね、やっぱり理想的には無線ドングルよりかはですね、有線ケーブル接続で使った方がいいかなっていうふうに感じます。ちなみにですね、無線ドングル接続はですね、500Hz 出るですね、PC モードよりもですね、なんと Xbox モードの方が早かったです。と言ってもですね、このグラフで言うと緑色が Xbox モードなんですが、下から上までちょっと幅が広いですね。なので必ずしも体感早いというわけではないかもしれないですね。スティックの方はね、ほとんど変わりがないですね。Xbox モードはこの水色の方なんですが、ほとんど違いがなかったっていう結果になりました。なので、無線ドングル接続はね、Xbox モードでもね、あんまり違いがなくて、かなりね、使えるかなっていうんで、無線で使う場合はですね、Xbox モードでも PC モードでもあまり変わりはないかなっていう印象でした。はい、最後に、Bluetooth モードはいつも通りの遅さっていう感じですね。平均 14.87、16.74 ということで、基本的にはゲームで遊ぶ場合はどんなゲームでもですね、有線ケーブルか無線ドングル接続かどちらかですね、を選んで使っていただくのがいいんじゃないかなというふうに思います。はい。で、ゲームプレイの方に移りたいと思うんですが、Apex ですね。スティックの方なんですけど、ややですね、中立が感度が高くてですね、で、ちょっとね、倒したところらへん、中間地点ぐらいが、ちょっと低感度なような感じっていうのがあります。このスティックですね、かなり、倒れる量が多いスティックでね、ちょっと、なんていうんですかね、可動域が、かなり、多いスティックになっているのでですね、フリークなしでもですね、結構、フリークをつけたような感覚っていうのがあります。実際レスポンスカーブの方でも 10% から 20% ぐらい低感度な、リニア化っていう設定をご紹介してますけど、スティックそのまま使ってもね、ちょっとそういう感覚っていうのはやっぱりあります。ただそれでもですね、中立付近ちょっと感度高いかなっていう感じがするんですよね。で、そこのあたりでね、ちょっとこの R99 のエイムですね、当て感ちょっと下がったかなっていう感覚は正直ありました。このあたりですね、いろいろリニア化設定はね、いろいろ試したんですが、もしかしたら 0.27 っていうね、設定じゃなくて 0.26 とかですね、ややですね、一つ目のポイントの感度をね、1個だけ下げたりとかしてみるといいかもしれないです。このあたりね、ちょっと私はね、感度下がりすぎるかなっていう感覚があったので、0.27 で使ってたんですけど、なかなかね、難しいところでね、うまく、これで完璧だなっていうのを作り込むことはちょっとできなかったっていう感じになります。ただですね、この追加6ボタン仕様ということで、かなり、このバッテン巻くのとかもね、かなり早くできてですね、いつもは左スティック押し込みとかに、追加4ボタンの時はしてたりするんですけど、追加6ボタンだとですね、この場合背面の下ボタン、下側の背面ボタンの左下のボタンにね、
こういうバッテを割り当ててたりしたんですけど、かなり使いやすかったです。最初の頃は誤爆してパンチが出ちゃったりっていうこともあったんですけど、そこはね、慣れれば全く問題なかったですね。実際戦ってみてね、じゃあこのスティックでどうなのかって言われるとですね、全然戦います。はっきり言って強いは強いですね。全然、問題なく戦えたかなって感じです。一応フリークつけてね、やった方が私は合ってましたけど、この辺りは結構好みによるのかなっていう感じですね。フリークありなしどっちでもこのリニア化設定してあげれば私は使えるかなっていう感じがしました。リニア化設定なしはねちょっと低感度すぎるので、ちょっと感度上げてやるっていうのがいいのかなっていう気がしますね。で、ペックスの方はですね、今シーズン25のスプリット2ということで、結構敵はね、プラチナ1なんで強くはなってきてるんですけど、漏れなくはないかなっていう感じで、もうちょいでダイヤぐらいまでは来たっていうところですね。この試合なんかね、かなりいいポジション取れた状態で残り3部隊で、1部隊はフルパー、1部隊は多分1人っていう状況で、最終円でもうこれでね、2部隊になって、倒すだけっていう感じになってます。結構ですね、一緒にいつもやってる、このバンテージの人がバンバン前に突っ込んで倒していってくれたので、このマッチはね、すごくイージーにチャンピオン取ることができたっていう感じでした。総じて、このコントローラーね、十分勝っていけるコントローラーっていう感じでしたね。はい、続いて Call of Duty Black Ops 6なんですが、こちらに関してはですね、ややスティックの感度の低さっていうところがね、結構気になる場面多かったかなと思います。なかなかちょっと慣れるのには苦労したんですけど、しばらく使ってたらですね、この感度の感じっていうのにもちょっとずつ慣れてきてですね、結構倒していくことができるようになってきました。実はよくね、コントローラーの画面見ていただくとですね、ずっとね、実は私 Xbox モードでね、このコントローラー使ってたんですよね。実は PC モードの方がですね、というか PC モードじゃなきゃですね、1000Hz 出ないということにですね、ゲームプレイ全部録画し終えた後に気づいてね、ショックだったんですけど、遅延の値見る感じだと、そこまで大きくはね、変わらないんじゃないかなとは思ってるんで、このままいってるんですが、PC モードだと、さらに強く戦えるっていうことなんで、そう考えるとね、FPS ゲーム、バッチリ使っていけるコントローラーなんじゃないかなっていうところですね。このコントローラーね、十分、強いコントローラーになってるんじゃないかなと思います。そのあたりしっかりとですね、ナコンの方もね、シュータープロモードっていうデッドゾーン0にするモード自体ね、搭載されたりっていうね、そういうアップデートがあったりっていうこともありましたけど、結構ですね、地道な改善っていうのが施されたコントローラーなんじゃないかなっていうところはすごく好印象ですね。どっちかっていうとですね、Call of Duty よりも Apex の方に向いたコントローラーっていうのは間違いないかなっていう感覚があったゲームプレイでした。そしたら十字キーと ABXY ボタンのテストのためにスト6をねプレイしていきたいと思います。はい、デフォルトのお皿型の方の十字キーでテストしてきたんですが、かなり厳しいかなっていうのが正直なところですね。マイクロスイッチのボタンなんですけど、かなりこう、斜め抜けがね、特にこのね、キャノンストライクの斜め抜けっていうのが多かったですね。こういう風にね、斜め抜けしやすかったっていうところがあります。あとはちょっとね、なんていうんですかね、マイクロスイッチボタンちょっと重めなのか、もっと軽いボタンの方がですね、連打とかがしやすいかなっていう風にね、特に ABXY ボタンとか、あと前ダッシュですね、思いました。あと、最後にね、私、モダンでやってるんですけど、RB ボタンが抜けるっていう時がたまにありましたね。ちょっとね、全体的にはおそらく厳しいですけど、ちょっとね、十字キーの方、はい、こちらのね、普通の、こちらの方の十字キーに変えて試してみたいと思います。そうですね、やっぱりこっち側も斜め抜けっていうのが結構きます。普通にね、この
これで斜め抜きを切るんですよね。もちろんですね、ちゃんと意識してやればね、普通に入るんですけど、コンボ中とかはなかなかね、パッと入力したいっていう時があったりしますから、そういう時にこういう斜め抜けっていうのがね、起きると結構厳しいかなっていうんで、私はね、このコントローラー格ゲーには向いてないかなっていう風に感じました。はい、最後にアナログトリガーと振動機能のねチェックのためにアセットクルサプレイしてきました。アナログトリガーに関してなんですが、やっぱりこのコントローラーですね、確かレボリューション5 Pro の時も感じたかなと思うんですけど、なんかですね低感度なトリガーな感じがするんですよね。アクセルをね思ったよりも踏まなきゃですね、思ったより押し込まないとしっかりと入力が入っていかないっていう感じで、そこがね、こういうレーシングゲームってよくアクセルちょっとだけ、入れた状態とかっていうのをね、使ったりするんですけど、その状態をうまくコントロールするのが、ちょっと難しかったかなっていう印象がありました。あとはブレーキングの感覚ですね、結構ですね、そのあたり難しいなっていうふうには感じたんですが、逆にですね低感度なおかげでですね、その微妙な、アクセルコントロール、ブレーキコントロールっていうのが意外とちゃんとできちゃってねタイムの方は割とすんなりといいタイムが出るっていうね、そんなことがありました。ハンドル操作、スティックの方はねリニア化設定を入れた状態で遊んでるんですけど、ハンドルの方もですねやっぱり反応するね領域可動域がかなり広めのスティックっていうことなんで、非常にねスムーズに操作しやすかったですね。やっぱりレーシングゲームみたいなゲームはね、特にハンドル操作とかのスティックの可動域は広ければ広いほど有利になるかなっていうところはありますよね。で振動機能の方なんですが、これはねちょっと正直私はあまり、褒められない振動だったかなっていうふうに、思います。細かな振動っていうのもなんかね、解像感の低い細かな振動がただダラダラとね震えてるなっていう感じでね、かといって迫力ある振動が楽しめるっていうわけでもなくですね、ちょっとね、この振動機能は個人的にはあまりいいなとは思えませんでした。全体的にかなり癖のあるトリガーだったかなっていうところなんですが、ハマればねレーシングゲームにも向いているコントローラーかなっていう感想でした。はい、以上ですね。ナコンのレボリューション X アンリミテッドをレビューしてきましたが、いかがだったでしょうか。細かいところに改善っていうのが施されていてですね、特に私が良かったなって思うのは遅延が改善されているっていうところと、やっぱりこの追加ボタンが2つねショルダーについたっていうところでしょうか。結構ね押しやすくてですね、人差し指でこう L2R2 を押しているボタンで押すのはいい感じかなっていうんで、こういう持ち方だとね中指で押すことになるっていう、そういうタイプのショルダーボタンですね。背面ボタンの下側はちょっと癖があってね誤爆しやすかったり押しづらかったりっていうねところがあったりとか、あとはですねやっぱりこのボタン全体的にやや固めかなっていう気がしてですね、格闘ゲームにはかなり使いづらいっていうところで、用途によってはね合わないっていう場面も出てくるかなとは思うんですけど、 FPS ゲーム含めて基本的なゲームには大々対応していけるね、いいコントローラーなんじゃないかなというふうに感じました。ちょっとね現状ですね、追加6ボタン仕様っていう風になってくるとですね、かなり高級なコントローラーしか選択肢がないっていう中でですね、こういうね、また一つ新しい選択肢ができたっていうのはね非常に良かったかなっていう風に感じたコントローラーでした。はい、もしよかったらですね高評価とチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。はい、それで私はこちらのモノルっていうウェブサービスの管理人もやっています。今回ご紹介したナコンレボリューション X アンリミテッドのね、詳細なスペックとかも期待しています。価格も随時更新中です。いろんなコントローラーのこういったデータっていうのをまとめているのでですね、ぜひね、利用していってくださったら嬉しいです。またですね、最近も結構ですね、口コミ書いていってくださっている方がいらっしゃってね、嬉しく思っています。すべて私もチェックしていてですね、やっぱり私はね、FPS ゲームですね、特に Apex とかを、遊んだ視点でのね、感想っていうのをこうやって動画にしていることが多いんですけど、他のね、いろんなゲームを遊んだ視点でのレビューっていうのもね、全然また見え方がね、コントローラーっていうのは違ってくると思います。そういった意見っていうのもですね、どんどん変えていってくださったら嬉しいです。ぜひ、口コミの書き込みっていうのをお待ちしております。よろしくお願いいたします。以上、モノルでした。今回もご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。